明るい未来が見えてくるし、それから希望が見えてくる。あなたの潜在意識がですね、うまくいくって分かってる。準備してくださいですね。始まるから準備してください。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。このチャンネルはあなたが目覚めるカードリーディングをシェアしています。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださりありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。では、ごゆっくりお楽しみください。はい、それでは獅子座の皆さん、行ってみましょう。はい、このように出ました。入りましたでしょうか。ではね、開けていきましょう。12月ですね。最終月です。はい。はい。はい。マジシャンの逆位置。それから、ストリングス。いいですね。潜在意識いいですね。それから、ソードのエース。それから、はい、カップの9の逆位置です。はい、3。ワンド3。ソードの10。はい。ペンタクルス5の逆位置ですね。そして、はい。ソードのページの逆位置。なるほど。はい。なるほど。ペンタクルス4の逆位置です。このように出ました。それでは読んでいきましょう。獅子座の皆さんですね。いいカードが出てますね。ソードのエース。パワフルです。ストレングス。力のカードも出てるし、聖地で出てるし。で、ここに出てるっていうことは、ポテンシャルがね、高いんですよ。そしてパワフル。本当は自分に自信がある。うまくいくって分かってる。あなたの潜在意識がですね、うまくいくって分かってる。というところが、なかなか主張してきますね、今回。ちょっと面白いリーディングになるかなと思います。で、どちらにしても、勝負の時期を過ごしていらっしゃる。勝負っていうのは何か頑張ってることがあったり、それから取り組んでいる、乗り越えようとしている。どうにかこうにか自分の思い通りにしたいというところが出ております。何でしょうか。それから、先々月もそんな感じがあったんですね。一つのことに取り組んでるとか、乗り越えようとしてるとか、それから、攻略しようとしているというか、そこからの続きのようにも今回感じました、12月。はい。そして今月の特徴としては、ちょっと変わってきてますね。ちょっと変わってきてる。周りの状況も変わってきてるしね。例えば、周りの状況が最悪とかって思ってる人がいたらね、最悪というか自分の思い通りにならないなっていうふうに思ってるとしたら、そこがですね、変わってますよ。変わってる。ここから良くなるっていうカードが周りの状況に出ているので、全体的に少し変わってきてるんですよね。そのあたりをお届けできたらいいなと思います。それから使っていくカードはこちらです。ユニバーサルウェイトタロットデッキ。ご興味ございましたら概要欄にリンクを貼っております。はい、ではね、現状から見ていきましょうか。現状、ペンタクルスですね。ペンタクルスの7の逆位置。ペンタクルスっていうのはこの見ての通り金貨のカード。これがここにいて、それから対策にいて、願望にいる。はい。金銭面とか、
物質的な豊かさ、それから目に見えるもの、メリットとかですね、そこに対して意識がいってらっしゃる方が多いのかなと思いました。わかりやすいのは何か結果が出ないかなっていうふうに思っていたり、それからうまくいかせたい、それからお給料上がんないかなとかですね、そんなところが出てます。はい。そしてこちらですね。で、これは正位置だと、頑張ってもなかなか自分の思うようになっていないとか、それから結果がなんかいまいち出てないというところのカードなんですね。これが逆位置なんでちょっと変わってきます。もしそんなことがあったらですね、やってもなかなか自分の思うようにならないというところがあったとしたら、改善点が分かってきたりね、こうしたらもっと良くなるっていうことが自分で分かったり、そのことが実行できたりというカードが出ていますね。これいいんじゃないでしょうか。なんか思うようにならないということがあったら、そこに光が当たってくると。で、おそらくご自分で、こうしたらいいな、こうしたらいいなっていう、この小さいことかもしれないですが、それが分かってきて、それをやっていくというのが今月の現状として出てるんですよ。でね、それを誠実にやっていきましょうっていうことですね。それが出てます。今回すごく現実的ですね。現実的な形で出ています。なので、改善点とか、こうしたらもっといいとか、そんなことが分かって、そこに対して一つ一つやっていくというところが現状として出ていますよ。それから、過去、現状、この先の未来、こういう流れで進んでおります。で、過去の位置にソードの S なんですね。過去というか、いわゆる過去ではなくて、もともと持っていらっしゃるものかもしれないですね。なんかすごいこういう、勝ちたいっていうね、ところが出ています。これだからなんか欲しいとかですね、自分の思い通りにしたいとか欲しいとか、例えばいい生活をしたいとか、成功したいとか、そういった思いがありそう。ここが発端となって、こう展開している感じがあるんですね。で、この先に、このカード、カップの9の逆位置ですね。この先の未来には、いい意味で、どうでもいいやって思えたり、それから、いい意味で開き直る感じがあるんですよね。これがうまく伝わったらいいなと思うんですが、悪い意味じゃなくて、そこに対して開き直れる、あるいはこのね、俯瞰して見れるというか、こだわりがなくなるというような形で出ています。そんなこと気にしなくてよかったかなって後で思ったりね。ということが出てます。人それぞれ皆様様々な、課題があるかと思うし、様々な現実に取り組んでいらっしゃると思うので、なんとも例え話が難しいんですが、取り組んでるとか、乗り越えようとしてるとか、頑張ってるとか、そういう方が多いんじゃないかなと思うんですね。で、そのこと自体、この先手放すというか、結果をお任せする感じかな、と出てます。そしてこちらが今月の意識、獅子座の皆さんの健在意識ですね。ちょっと自信がない感じが出てます。準備不足とか自信がない。で、一方ね、面白いことに潜在意識では自信あるんですよ。このギャップは何でしょうか。自分で気がついてないところの潜在意識なので気がついていないかもしれませんが、本当はね、大丈夫だって思ってるし、自分できるって思ってるし、すごい自信がいっぱいあるって伝えてくれてます。それから、本当にね、これ、コントロールしたい。自分の思い通りにしたいという思いが強いのかもしれないですね。で、一時的に12月はちょっと自信がなくなっちゃうというところが出てますよ。でも、逆に言うと、自信満々だと、発展しないというか、改善点が見つからなかったりするっていうのもあるしね。なので、うまくできてるのかもしれない。自信がないんだったら、準備しましょうっていうカードですね。はい。準備をしていくというところが出ております。で、今月は準備をするだとか、それから一つ一つ固めていくっていう地道な作業が、結果的に実を結ぶっていうことになるんですね。その様子が出ております。で、こちらです。これが今月のあなた様自身、あるいは立場とか表します。これいいですね。ワンドさん、
逆位置ですが、これ正位置と一緒という意味で今回読みたいと思います。明るい未来を見てる。成功の兆し掴んでる。って出てます。これ明るさがありますね。この先うまくいくっていうのをね、感じ取ると思います。はい。全体的にね、上昇してるんですよ。上昇してる。そして、一方、周りの状況、周りの人っていうのが、ソード10逆位置ですね。もう行くとこまで行ってひっくり返ってる感じなので、例えば、周りに対しても諦めてるとか、それから自分の思い通りに本当なんないわっていうふうに思ってるとしたら、そこ好転していくって出ています。だから周りとの関係も良くなってくるんじゃないかなと思います。そして、好転していく、良くなっていくカードなんですね。だからこそ、この先の明るさを見られるのかもしれないですね。成功の兆しを見てる。この先うまくいくっていうことを掴んでるって出てます。はい。それからもう一つですね。これは状況によってなんですが、このカードの意味合いとして、最悪な時は終わってるっていうことです。これから良くなるしかない。そのように出ています。もしかしたらこれは、もっともっと大きく言って、世の中っていうふうに捉えられる方もいるかもですね。どちらにしても明るくなっていくというところが出ています。変わってますね。終わって始まる感じもございます。そして天体の話をすると、12月の1日ですが、新月、いて座で新月ですね。で、いて座というのは、獅子座と同じ日のグループの星座なので、獅子座の皆さんも割と影響が受けやすいんじゃないかなと思います。影響というのは体感ですね。始まる感覚、それから切り替わりの感覚というのがありそう。12月の1日。はい。なので、この全体的なカードからも、やっぱりちょっと変わってる、ひっくり返って変わってるみたいな要素が読み取れるので、これも新月の始まりというエネルギーを反映しているのかなと思いました。はい、そしてこちらです。こちらが今月のあなた様の願望です。願望、思い。ペンタクルスですね。やっぱりお金、経済面、物質的な豊かさ、そこに意識が向いている方が多いんじゃないかなと思います。はい、これは例えばお給料上がってほしいとかですね、ボーナスいっぱい欲しいとか、そんな感じがします。はい、経済的に豊かになりたいという思いがありそう。希望として。で、逆に言うと、貧乏になりたくない、失敗したくないっていう思いでしょうか。そのようにもお伝えします。あと、金銭面の見通しが立てばいいなっていう思いだったりとか、本当に現実的な感覚ですね。ふわっとしていることよりも、はっきり現実的に金銭面とか、豊かなものに対して良くなってほしいという思い、それが出ております。それから最終結果というところにこのカードです。ワンド8逆位置です。ワンドがここにいて、ここにいて。はい。明るい未来が見えてくるし、それから希望が見えてくる。そしてうまくいくっていうところをね、ちょっと掴むんだと思います、今月。はい。そして結果としてはですね、だけど急がないでっていうのが出てます。宇宙の時間調整というカードが出ております。はい。思いとしてはおそらくですね、すごいスムーズにさっさとうまくやりたいというのがありそう。障害何もなくうまくさっさとスピードを持ってやりたいという思いがありそうなんですが、だけども今月は宇宙の時間調整だよって伝えてくれてます。それは慰めてるわけでなくて、悪いこと言ってるわけじゃなくて、なんていうかな、この時だから必要なことがあるんですね。この時間にやるべきことがあるですね。それは急いで行っちゃうとちょっとね、間違えちゃう可能性があるんですね。これ情報が間違ってるようなことも表すカードなんですが、例えば、トントン拍子にね、うまくいっちゃったとしても、ちょっと間違えちゃうかもっていうのが出てるんですね。だから、宇宙はあえて時間調整ということで、ゆっくりペースにしてくれている。そのように
捉えると、とっても広がっていくと思います。そうですね。獅子座の皆さんが間違えないようにゆっくりペースにしてくれてるっていう言い方が一番いいかなと思います。それからこのカードがね、伝えてくれていることは、時には気分転換も大事だよっていうことですね。はい。ちょっと一つのことに対して、なんていうかな、詰めてる感じもあって、遊びとか気分転換とか、とってもいいっていうことですね。少し風穴を開けたい感じがいたします。はい、そしてこちらに行きましょう。これが今月の対策、あるいは、ラッキーにつながるアクションとか考え方とか、そのあたりをお伝えしたいと思います。ペンタクルスの4の逆位置、またペンタクルスですね。はい。で、これは、執着を手放すとか、固定じゃなくて、流していくというような意味なんですね。なので、目先のことじゃなくて、目先のメリットよりも、大きく見て、どうしたらいいかっていうふうに発想していくといいと思います。目先のメリットにとらわれないでっていうメッセージです。はい。それから、こちらも、そうなんですけども、みんなが良くなるように考えていくといいかもしれないですね。自分だけうまくいくというより、みんながうまくいく。大きく回していく。そうです。大きく回していく。という考え方がいいかも。これは、獅子座の皆さんって本当にね、大きい方が多いと思うんですね。ポテンシャルもすごく高いし。だから、小さいものを描くんじゃなくて、大きく見ていくといいと思います。このカードが伝えてくれてます。そうそう。大きく描く。だから、時にはね、止まる時があってもいいし、スムーズにいかなくてもいいし、それは宇宙の時間調整だし、全体的に大きく見た時に、結果的にうまくいけばいいというような格好にしていくといいと思います。だから小さく回すんじゃなくて大きく回すんですね。はい。それからこれは固定じゃなくて動かしていく。固定じゃなくて動かしていく。それは考え方もそうだし、なんでしょうね。ここで言ったように、気晴らしって言ったっけな。なんか風穴を開けたいんですよね。動かしたい、風穴を開けたい、軽やかにしたい。そうすると、全体的にですね、すごくいい流れになるし、今月快適に過ごせるんじゃないかなと思います。そう、気分転換もそうだしね。止まっているより、動かしていく、循環させていく。で、小さく動かすんじゃなくて大きく動かす。で、大きく見ていくということがとってもいいようです。はい、そのように出ておりました。で、現実的には改善点っていうのが見えてきそうだし、それを誠実にやっていくということが良さそうです。なので言ってみれば、人事を尽くして天命を待つという感じですね。人事を尽くして天命を待つ。やれることがあるので、それをやって天のタイミングを待つというのが本当に伝えてくれていることになるかなと思います。気分転換をしたりとか、いろいろ固定するんじゃなくて動かしていくっていうことで、今月すごくいい形に広がっていくんじゃないかなと思います。だからちょっと運動した方がいいか、運動不足みたいなところもこのカード伝えてくれてます。運動されるといいと思います。はい、タロットカードはこのように出ておりました。次はオラクルカードでお仕事活動面のメッセージ、愛情面のメッセージ、最後に今月のラストメッセージということで出していきます。そして今月もコメント欄にアファメーションをお待ちしてます。アファメーションっていうのは自分で自分にポジティブな宣言を先にしてしまうっていうことですね。それで引き寄せるという仕組みでございます。例えば、最高の12月を過ごしました。いい仕事が決まりましたとかね、ありがとうございますとか、こんな感じでよかったらやってみてください。では次、カードを3回出していきましょう。はい、それではオラクルカードを出していきます。
はい、このように出ました。お仕事活動面のメッセージと、それから愛情面のメッセージ。で、最後にこれは引きましょう。今月のね、ラストメッセージです。ではね、開けていきましょう。お仕事活動面です。はい。Watch and wait。wait ってきましたよ。辰の落とし子だ。はい。辰の落とし子。辰年ですね、今年ね。辰年の最後の月に、辰が出ました。はい。そしたら、愛情面です。はい。2枚。Know your worth。なるほど。Act as if。はい。このように出ました。それでは、カードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。お仕事活動面のメッセージ。辰の落とし子。かわいいですね。シーホーススピリット。watch and wait。これは成り行きを見守ると来てます。はい。なんだか先ほどお伝えしたタロットカードのリーディングとすごく被ってきてますね。宇宙の時間調整というキーワードを出しました。ちょっと似ています。こう飛び込んでいくより様子をよく見て、そして成り行きを見て、それで時が来たら行くみたいなところがすごく言われていたんですが、また成り行きを見守るときました。なので、やっぱり急がない、よく見る。間違ってないかよく見るとかね、そこにもつながります。それから、静観するっていう意味はあるんですね。で、辰の落とし子って海の中こうゆらゆらいるじゃないですか。あんな感じで、こう渦中に飛び込むというよりかは、ちょっと離れて見てみるとかですね。冷静に見てみる、見守るという姿勢が今回良さそうです。それから様々な角度から見てみるっていうこともね、このカードが伝えてくれてることになります。で、お仕事、それから活動と言いました。活動っていうのは、例えば趣味だとか、何でしょうかね。学生さんでいらっしゃったら、学校の勉強とか部活とかバイトとかね、そんなことになるかもしれないですが、いろんな角度から見てみる。それから、いろんな考え方があるっていうことを知るっていうこともね、このカードの意味につながるんですけど、状況を把握するとか、ちょっと離れてよく見てみるというのが、今月とっても良さそうです。急がない。慌てない。ちょっとゆらゆらと辰の落とし子のように楽しく見守るという姿勢がいいのかもしれないです。それから、揉め事に入り込まないとかですね、首突っ込まないとか、そういうこともこのカードが意味することであります。何か参考にしてくださったらいいなと思います。では、愛情面いきましょう。2枚ですね。カメレオンとスカンクの様子。これ自分の価値を知りましょうっていうことですね。自分の価値を大事にする。自分の価値を思い出すというようなことでしょうか。先ほどのタロットカードのリーディングのカードとちょっと似ているのですが、これですね。潜在意識のところにありました。獅子座の皆さんの潜在意識にストレングス。もうすごいこれ自信のカードなんですね。自分大丈夫だって分かっている。力があるって分かっている。自分を信頼してるっていうカード出てました。少しつながります。で、潜在意識なので、もしかしたら気がついてないっていうことも多いんですね。なので、また言ってくれてるのかもしれないですが、あなたはとても価値がある人ですということです。自分に自信があるということとつながるかと思いますが、自分の価値っていうのを今一度思い出してねってきてます。愛情面。愛情面なので様々なね、パターンでご覧をくださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからという方、そして、ご家族愛でね、ご覧の方もいると思いますが、自分の価値って時にちょっと揺らいじゃったりしますよね。あんまりいいことがなかったりとか、誰かになんか言われたりすると自分の価値が揺らいじゃうことっていうのはあると思うんですが、
いやいや、そんなことないっていうことですね。あなたはあなたでいるっていうことが価値があるし、それが魅力だから、それによってお相手が引きつけられてるっていうことになるからと伝えてくれてます。それから、これからね、お相手を見つけたいという方もそうです。自分の魅力、価値、存在価値っていうことを、そこに信頼を置いてくださいと伝えてくれてます。そこに自信を持ってくださいと。あなたがあなたであればいいということですね。そのことをこのカードが伝えてくれてます。はい、そしてこれカメレオンですね。これ演じるっていうことかな。アクターズイフ。それから引き寄せの法則という感じもすごくするんですよね。なりきるとか。アファメーションの話をね、さっきしたんですが、アファメーションというのは、本当にその自分の願いが叶った状態の、この状態を保つっていうことが大事なんですよね。だからそことつながるって今回すごい思いました。ですので、獅子座の皆さん、その引き寄せ力が高まっているということを知らせてくれているように思います。もう自分が望む自分になった状態を感じるだとか、その望みが叶っている現実を感じきるとかですね。それによって自分が本当に欲しいというものを引き寄せるということが、いわゆる引き寄せの法則なんですが、それが来ております。だから、なりきるですね。いろんな意味でなりきるっていうことが今回とても効いてきそうです。それから変化に対応するとか、柔軟でいるっていうこともこのカードのね、意味合いでございます。いろんな色がね、いろんな色に変わりますよね、カメレオンっていうのは。なんで、変化に対応するとか、そういう意味もありますが、やっぱりなりきるだな、なりきる。それから、外見をちょっと工夫してみるっていうのも今回良さそうですよ。愛情面うまく活かせるためのコツであります。外見を変えてみる。外見変えたとしてもね、こちらで伝えてくれてますが、あなたはあなたで変わらないですからね。ちょっと外見に遊びを入れてみるとかですね。いつも着ていない服を着るとか、それからいつもしないようなメイクをするとかね、女性だったら。そういうことがですね、ちょっと愛情面のスパイスになってきそうです。年末ですのでね、少し華やかに楽しみながら自分を演出するっていうのがいいんじゃないかなと思います。こちらでお仕事と愛情の共通メッセージを見てみましょう。ボトムでいただきます。はい。コヨーテ。いいことが書いてあるんじゃないでしょうか。Trust in Divine Rituals。これっていうのは、この前の星座さんでも、前の星座さんでも出たんですが、早道が、遠回りが早道です。さっき言ったこと、タロットカードのリーディングで言ったことと本当に同じですね。急がば回れです。急がば回れ。全部、神様の計画通りみたいなことですね。それを信じましょうということ。Trust in Divine Ritual。なので、宇宙の時間調整と言いましたが、また同じことを言ってくれているように思います。急がば回れです。簡単に言うと。なので、無駄と思わずに、この道のりを楽しむっていうことが、12月、すごく、この時を輝かせることにつながるんじゃないかと思います。急がずに、回り道を楽しむです。それがお仕事でもそうだし、愛情でもそう。ということで、共通メッセージいただきました。はい。では最後行きましょう。獅子座の皆さん、12月ですね。2024年のラスト1枚になります。はい。こちらから1枚もらいたいと思います。はい。素敵なカードが飛び出しました。ボヤージュ、後悔、スタート。
準備してくださいですね。始まるから準備してください。さっきも似たようなことをお伝えしましたが、始まるから準備しておいてください。で、解説書でね、今確認しましたら、これザトウクジラ。ザトウクジラっていうのは、最も長い距離を泳ぐ哺乳類だそうです。はい、ここから長い旅が始まるんじゃないでしょうか。それが守られているという意味のカードでもありますね。ここから始まります。なので、準備を進めてください。そのようにお伝えをしたいと思います。はい、以上になります。最後までご視聴をありがとうございます。何回か見ていただけますと、その時に必要なメッセージがまた受け取れることになりますので、よかったらご覧になってみてください。そして少しでも役に立った、よかったという方は、グッドボタンもよろしくお願いします。ではでは、穏やかな12月をお過ごしくださいますように。